はじめまして、こんにちは。今日は、クリエイトというモッドから建築に役立つアイテムを紹介したいと思います。で、先にそれぞれ説明してしまうと、これがブロックザッパーっていうアイテムで、これはワールドシェイパー。で、これはワンドオブシメトリーっていう3つのアイテムを今日は紹介したいと思います。で、まずこれなんですが、レシピはこういう感じで、ちょっとアイテムの作り方とかは省きたいと思うんですけど、要望とかあればコメント欄とかにいただけると嬉しく思います。で、これ3つあるんですけど、これ基本的には全部同じもので、これをアップグレードするとこれになる。アップグレードするとこれになる。のように、弱いやつから強いやつみたいなので3種類段階があるっていう感じですね。で、実際これが何ができるかっていうと、まずブロックを置くことができる。その前に、置きたいブロックだったり交換したいブロックを左クリックか。左クリックで選択することができます。この音が鳴ってるので分かりやすいですね。で、この木のブロックを選択して、右クリックをしてやることで、こういう風に置いていくことができます。で、シフトを押しながら右クリックで、このメニューを開くことができて、ここでいろいろな設定を変えることができます。で、アップグレードに戻るんですけど、シフトかな？シフトを押すとアイテムの説明欄が出て、ここに、アップグレードの欄があって、ボディアンプリファイア、アクセラレーター、リトリーバー、スコープって5つアップグレードの概念があります。レシピを見るとこんな感じですね。最初の段階から砂糖と、ブラス、真鍮をクラフトすると、アクセラレーターが上がったり、レッドストーンだとリトリーバーが上がったり、3段階目だと違うブロックが要求されたりっていう風にアップグレードをすることができます。で、それぞれのアップグレードが何を意味しているかというと、アクセラレーターはまず打てる速さが変わります。これだとこのぐらいのスピードで打てるんですけど、これだとこのぐらいの速度で速く打つことができるっていう感じですね。次、リトリーバーのアップグレードは、ブロックを交換したときに草ブロックを例えば木に変えるとするじゃないですか。で、草ブロックはアイテムになるんですけど、それがどうなるかっていうアップグレードになっています。で、一番弱いやつだと草ブロックっていうのはそのままここに変えた地点のところに落ちる。で、2番目のアップグレードだと、ここには落ちずに、プレイヤーの足元に落ちてくれる。で、一番最後のアップグレードまで、進めると、この草ブロックが直接、このインベントリーの中に入るというようなアップグレードで、次は、アンプリファイアですね。アンプリファイアっていうのは、この交換できたり設置できたりするエリアの大きさを示しています。一番弱いやつだと1メーター、つまり1ブロックしか交換できなくて、2番目だと3メーター、だから、5×5 の範囲に設置だったり交換だったりをできる。で、最後だと、13×13、このぐらいのサイズのブロックを設置したり交換できたりするという感じです。次、スコープですね。スコープは、この設置できる距離を、アップグレードできるというような感じになってます。で、この一番弱いやつだと、あそこに届かない、ギリギリ届くんですけど、これだと楽に届く。これだともっと遠くから
最後までアップグレードすると100メートル離れてても設置することができます。で、あと一つ最後が、ボディですかね。ボディっていうのは、採掘レベルを表していて、例えば一番弱いやつだと、草とか普通の石しか掘れないんですけど、2番目のやつだと大抵の鉱石。ダイヤモンドだったら鉄ピッケルで掘れるんで、ダイヤモンドまでの鉱石が、掘れます。で、最後までアップグレードすると、黒曜石だったり、つまり何でも、どんなブロックでも、交換できるっていう風なアップグレードになっています。よいしょ。で、アップグレードについては以上で、あと次、メニューの内容ですね。ここにあるのは、今選択しているブロック、置きたいブロックとか交換したいブロックを表していて、ここについては、置くパターン、交換するパターンを選択できます。例えば、チェッカーボードだと、こういうふうに、なんていうんですかね、格子状に置くことができます。で、例えば、インバーテッドチェッカーボードだと、逆に今ここが空白になっている場所に置くことができて、こうやって格子状に、ブロックを置くことができます。で、次、25% っていうのは、25% の確率でここに置くっていう設定です。ちょっと見づらいですね。この範囲に 25% の確率で置くので、例えばこういう感じ。こういう感じ。ランダムにこういう風に置いてくれるっていう感じです。で 50% は 50% の確率なんで半分ぐらい置く。75% は 75% ぐらいで置く設定になっています。で、ここなんですが、フォローダイアゴナルズっていうのを選択すると、先にリプレイスモードにするか。今このリプレイスモードをオフにしてたんですけど、オンにしてあげると、今度は、こういう風に交換ができるようになります。今 75% の設定でやってるんで、こんな感じで交換ができると。フォローダイアゴナルズっていう設定をオンにしてあると、草ブロックってここは繋がってないんですけど、対角線上にはあるんで、対角線上に繋がってさえあれば、こうやって交換をしてくれる。で、これをオフにすると、ここは繋がってないんで、繋がってるやつしか交換されないんで、ここしか交換できないよっていう風な設定になっています。で、あと、ここのレンジですね。レンジはマウススクロールで変えることができて、1メーターなら1ブロック、3メーターならこの範囲。で、強いやつなら、7メーターまで変更ができるっていうのを変更できます。で、実際の使い方なんですが、例えば壁を、建築で作っているときに、積むのがめんどくさいときって多分あると思うんですね。というときは、置くモードにしておいて、こういうふうに積んでいけば一気に積むことができる。そういうふうな使い方が一つあります。で、次、例えば部屋の壁、今この木のブロックで作ったんですけど、草ブロックに変えたい。草ブロックにしたい人なんていないかもしれませんが、例えば交換したいときにはリプレイスモードにしておいて、こうしてあげれば一気に草ブロックに変えることができます。で、次、例えば、道を作っているようなときに、丸石だったり、砂利だったり、を、選択してあげて、リプレイスモードにして、例えば 25% の設定にしてあげて、
打っていくと、こういうふうにまばらないい感じの道が作れたりします。で、あと丸石も置いてあげて、選択してあげると、こういう風な感じでよくあるランダムに置いてあるいい感じの道が作れます。で、次のアイテムに行きます。ワールドシェイパーっていうやつがあるんですけど、これはクリエイティブ限定アイテムらしくて、まあその制限に見合った性能を持っているやつです。ブロックザッパーと似ているんですが、これは、ワールドエディットとか使ったことがある人は多分わかるんですけど、ブラシの機能があります。ここで形、これは正方形、立方体。で、これは球型。で、円柱みたいな形を選べて、あと大きさもここで選べる感じですね。で、ここもブロックザッパーと一緒で、ソリッドだったら全部のマスに対して交換とか置くことをするんですけど、25% だったら 25% 確率で置くみたいな風になってます。で、例えばフィルだったら、置いてみますか。こういう風に、今スフィアを選択しているんで、球の形になって中まで詰まっているやつができると。で、プレイスを選択すると、これは中まで、設置がされるっていう感じですね。これは下は土のままなんですけど、これは下までこの球がめり込んであるという形になってます。で、リプレイス。リプレイスはこの範囲、白いのが出てる範囲にブロックがあった場合に、置き換えるブロックに置き換えるっていう感じですね。この白い範囲と重なってるのが、この表面とあと中も重なってるんで、その部分が交換されるっていう動作になってます。クリアはその名の通り消しゴムみたいな機能で、こんだけえぐってしまうと、この形でえぐってしまう。次、オーバーレイ。オーバーレイはちょっと説明しにくいんですが、この表面に対して打つと、その1個上だけを設置する形ですね。で、フラットゥンは、だから例えば、一旦、フィルにして、こういうふうに適当に山みたいのを作ります。で、フラットにしてあげると、この辺が滑らかにつながるようなそういう機能になっています。最後、ワンド・オブ・シメトリーなんですが、レシピはこういう感じになっています。このアイテムは杖なので、右クリックで使うことができます。で、ブロックの上に右クリックすると、こういうような謎の物体が現れて、シフト右クリックをするとメニューを開くことができます。で、これ何をするアイテムかというと、ここを中心として対称なブロックを勝手に置いてくれるっていう感じですね。例えば、ここにブロックを置くと勝手にあそこも置いてくれる。ここに置くと勝手にあそこも置いてくれる。っていうのはここで線対称な形で勝手に置いてくれるっていう機能になっています。
で、線対称だけじゃなくて、さっきのメニューで、例えばリクタングラー、四角っていうのを選ぶと、こういうふうに、なんて言うんでしょうね。ここを中心として対称な形に置いてくれるっていう風な機能になってます。なので、こういう風に柱を立てたりっていうのがすごくやりやすくしてくれる、そういう機能を持ったやつになっています。でもちろんサバイバルだと、この置いた分のブロックは消費するので、1個置いたら、これだったら4個消費するような感じにちゃんとなっています。で、こいつを消すときには、空中とかで右クリックをしてあげれば消すことができて、何度でも使うことができる感じです。はい、一旦動画は以上になります。わからないこととか、コメント欄にどんどん書いていただけるとありがたいです。で、もし動画が参考になったよっていう方がいらっしゃれば、チャンネル登録ぜひぜひしていただけるとありがたいです。